皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ、今日はですね、私にだってやる気ない日ぐらいあるわいということで、やる気のない日のメイクを紹介したいと思います。メイクした方がいいけどめんどくさいみたいな時あるじゃないですか。そういう時の私とメイクを紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画、スタートです。まずはですね、いつも使っているこちらのアンブリオリスのイドラマットエマルジョンを使っていきます。保湿はした方がいいなっていうので、とりあえず保湿はします。これのいいところは、色味とかが全くないから、なんか適当にこうってちょいって感じで塗れるから楽。まあこういう感じですね。なんか保湿クリームなんですけど、ちゃんと下地の役割もあるみたいです。で、ファンデーション塗る前にこちらのラディアントタッチシマースティックの2番使っていきます。イヴ・サンローランです。で、これでなんかハイライトも先に仕込んじゃいます。こうしとくだけでね、なんかすごい肌が綺麗に見えるので、先にハイライトを仕込んじゃいます。そう。で、これをさっと手で伸ばします。そう、こうやって肌に光を集めることによって美肌に見えるので、この方法おすすめ。ポイントは T ゾーン、顎で、ここハの字で、ここですね。で、ファンデーションがファミね。ファミのファンデーションを普段だったら全体カバーするんですけど、鼻周りのちょっと赤みとか毛穴が気になる部分だけカバーします。で、ちょっとクマが気になるのであれば、目の下ですね。でも5本多分暗闇やから。はい、これでベース完成。パウダーとかももうしません。で、眉毛。眉毛は、クリオのオートハードブローペンシルの、これは何番ですかね ?2 番のから使っていきます。こういう時本当に眉毛サロンね、ちゃんと行ってるとね、だいぶ楽ですね。サクッと描けるので。そう、私ね、最近眉毛サロンね、ちゃんと1ヶ月以内に行くようにしてるんですよ。そうすると、眉毛の形だいぶ定着してきて、伸びてきたとこを自分で抜くようにしてるんですけど、楽になってきたよ。あと生えてくるスピードがね、遅くなってきた。最初の頃頑張って通えば怖いもんなしって感じかな。で、ペンシルで描いたら絶対こういうスクリューブラシとかで描いてる感をぼかします。で、私眉毛ね、軽くカラーしてるので、今髪の毛暗いし、眉マスカラはしません。でもこれでちょっと眉毛がしっかり黒い方とかは眉マスカラした方が垢抜けて見えます。で、ビューラー。で、最近はこちらの風味のアイシャドウパレットのレッドピンク使っていきます。で、今日はここを指に取って、中央からもポンポン塗りですね。お仕事の時は絶対に手とかじゃなくて筆でちゃんと塗るんですけど、プライベートの時はあえてこう雑塗りします。まあ普通でいいやと思って、こうベージュ系とかブラウン系とか使うとなんかワンカラーで済まないから、私はもうこういう日に逆にカラーを使ってめっちゃ手抜きやねんけどやってる感を出すんですね。まあさすがに下は筆を使います。目尻側から囲むように際に塗っていきます。はい、こんな感じですね。で、マスカラをしていきます。ヒロインメイクのボリューム&カールマスカラのアドバンストフィルム02番です。こういう日は茶色にします。普通にブラウンとかベージュとかのアイシャドウを塗って黒のマスカラ使ってってやると、それこそ普通じゃないですか。普通のメイクでなんかただ薄いだけみたいになるじゃないですか。じゃなくて、手抜きだからこそカラーとかブラウンとか使うからこそ抜け感が出て、なんか逆に可愛いみたいな。そのメイク可愛いねってなるかなっていう作戦です、これは。あとこういうね、何もない日とかいろんな色のアイシャドウとか試してちょっと新しいメイク考えたりとかするっていうのもあって、こういうカラーものを使ったりしますね。で、マスカラは結構濃いめに塗ります。私はね、断然アイラインよりマスカラ派なので、マスカラは割としっかり塗るタイプですね。で、チークはするかしないかどっちでもありって感じ。するとしたらこれですね、いつものスタイルランドのローズベージュをふわっと一塗りします。で、最後もうリップ塗って終わりです。で、リップは最近はもうビアイドルの秋の3色から選んでるんですけど、目の色に合わせて選びますね。7番の束縛レッドにします。これはね、しっかり塗るっていうよりポンポン塗りで、ちょっと
指で周りをぼかしてちょっと中心をね足していくイメージですね。束縛レッドはしっかり塗るのも可愛いけどポンポン塗りが断然におすすめです。このポンポン塗りがね一番なんかジューシーで色っぽくて束縛レッドって感じ。そう言うの忘れてた。で前髪のセットももうめんどくさくてやる気がないっていう場合ですね、私はセンター分けにしていきます。私の今の前髪のカットなんですけど、長さ的には伸ばすと長いぐらいなんですけど、量が少なくて薄めになってて、でもサイドはちょっと量重めでこんな感じになってます。でこの前髪はこう普通に下ろすとアイドル前髪っていう感じでちょっとシースルーのパッツン気味になるんですけど、メイクする前にこういう羽ピンとかこれをセンターでこうやって留めておくんですね。ちょっとこういう上向きにこういう感じで留めておくといい感じにセンターに分かれてメイク終わり髪の毛セットしなくてよくなるので、こういう感じで手を抜いております。はい、ということでこれが私のやる気のない日のメイクでーす。そうでもやる気なく見えないでしょ。なんかあかりん今日のメイク可愛いねって言われるくらいまではちゃんと持っていきたいなっていう風に思ってるので、ポイントはですね、ベースメイクとはもうとにかく適当に薄くやります。だけどハイライトをしっかり入れることによって顔が光をこうキャッチしてくれるので艶っぽく綺麗な肌に見えるっていうのがポイントまず。で眉毛は髪色より少し明るくしておくことがポイントですね。でアイメイクはアイラインっていう感じよりマスカラでバサッとさせるのが好きだからノーアイラインで目元にカラーを置くことによってサボってるようには見えないので、それがすごくポイント。今期ね束縛レッドっていう新しい B アイドルのこのカラー、これをねポンポン塗りすると R とかの雑誌とか見てたらこうくっきりしっかり塗っているのよりなんかこう雑にプルッと塗られてるぐらいの方が可愛かったりするし、メイクさんとかこうきっちりリップ塗る撮影もあるけど、あえてポンポンポンってこうムラのあるように塗ったやつの方がこうジューシーに色っぽい撮影の時って結構手で適当に塗ったりすることもあるから、そういうちょっとやり方をやってみました。でもそういう時こう内側にちょっと濃くするとじゅわっと血色感が出るのでおすすめ。やる気ないけどやる気ある風に見えるのが女子力。何でもかんでも完璧に女子力を求めてたら長くは続かないと思うんです。私はある程度抜け感があって適当さがあるからこそ楽しみながらできるというか、きっちりしなきゃっていうことは私は長く続かないタイプなので、やる気のない日はやる気のない日で楽しみながらそういった感じのメイクを生み出すっていうのも一つの女子力だと思うので、なんかあかりんって常に完璧だと思ってましたみたいなこういう声たくさん聞くんですけど、私は本当にどっちかというとすごい適当女ですごいバランスをとってるので自分の中でいいように言うてるけど、そういう感じで、なんかインスタの質問コーナーとかやってたら自分に自信が持てませんとかもうすごいなんか張り詰まってる人とかがたくさんいらっしゃるんですけど、楽しんで女子力を上げることが一番可愛くなる近道だと思うので、その日の自分とかその日の悪い自分のコンディションを受け入れてどう変えていくかとかね考えていきながらやればいいと思います。楽しくいきましょう。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしなかいでした。バイバイ。